瀬川隆と申します。今日の流れなんですけど、まず、木枠、今ね、木枠が開けて、もう組んでらっしゃる方多いですよね。それで、スタジオ目指しっていう熊本のね、会社さんが、そういうジオラマベース専門のお店開いたんですけど、最近営業休止しました。まずはその、ジョイントを今日は作るというパートがあって、その後、レンガを掘ります。で、レンガを掘るときに使うのが、スタイロフォームって言って、発泡スチロール、青い発泡スチロールに、なんか白い絵の具が塗ってあるの2枚入ってると思うんですよ。でかいのとちっちゃいの。それはまず確認してもらっていいですか。で、この中のレイアウトですけど、そのちっちゃいブロック、白い絵の具塗ってあるブロックは、こういう感じで、これ場所は任せます。ブロックをこう立てて、この辺でもいいですよ。立てて、ブロックを、遺跡、これから作るんですけど、立てる遺跡があって、後で皆さんに、こういうインテリアバーグっていう、これ100均で売ってるんですけど、こういうね、バーグチップ、インテリアバーグっていうバーグチップですね、こういうのがあるので、こういうのを、こういうところにこう配置して、その地形のアクセントにしていただく。そんな感じです。今日の流れは、まず最初の1時間は、多分こうレンガを掘るで終わると思います。で、残りの1時間が、地面メイキングなんですけど、結構地面は作っててあっというものなので、はい、そのことで、気楽にいきましょう。そのスタイロフォーム、発泡スチロールですね。でも、スタイロフォーム、発泡スチロールは発泡スチロールでも、魚屋さんとかの発泡スチロールはちょっとできないです、この技は。今お渡ししているのは、スタイロフォームといって、建築材です。建築資材の、いわゆる断熱材ですね。その白い塗ってある絵の具が超重要で、塗ってあるのはこれジェッソってやつなんですよ。乾燥に非常に時間かかる。色をこのジェッソを塗って、ペンキみたいな素材なんですけど、ジェッソを塗って丸3日、72時間です、乾燥時間が。表面が触れるようになるまで24時間。2つ意味があります、ジェッソは。そのスタイルフォームにジェッソを塗ったっていう2つ意味があって、1つは発泡スチロールって時間が経つにつれてポロポロ崩れてくるんですよ。で、そのポロポロ崩れるのを防止するため、目地止めですね、要はね。が1つと、もう1つが、なんだっけ、色をつけるぐらいかな。一発で真っ白になるから楽っていう。はい、これ、ジェストはね、アマゾンとか通販でも売ってるけど、画材屋さん、ちょっと見てもらえればって思いますけど、地球が思います。地球がありますか。素晴らしいな、南條さんな。そう、南條さんがね、声かけてくれたからね、私ここね、今日ご案内させていただいてるんですけど、南條さん様々っすわ。最初南條さん多分僕小学校の秋葉原交差ベースでジオラマ教室させてもらってるんで、南條さんいきなり来て、で、どうも地球の模型の南條と申しますって言って、地球の模型さんちょっと初めて聞きましたって、どちらからって、島根です。島根わざわざいらっしゃったんですかって言って、そうなんですよって言って、でそっからですね、島根県、自分ですげえ自虐ネタしてリアクションめっちゃ困ったのを覚えてますね。東京から一番遠い場所です。そんな感じの出会いでしたね。そんなことです。でも私はね、参院選に非常に感銘を受けてるんでね、非常に楽しい旅を、よかったら出雲市からね、大津までの参院選は最高ですね、やっぱりね、素晴らしいですね。じゃあ早速ちょっとレンガの描き方やっていきましょう。定規と鉛筆入ってたと思うんですよ。こういう風にまずはこうぐるっと一周ね、線を描いてほしいんですけど、線の幅は5ミリ、ここが5ミリ、5ミリ幅でこう外周ぐるーっと線引っ張ってもらっていいですか。レンガが崩れる仕組みとしては雨ですね。雨が一番大きな理由です。で、雨の中に含まれているミネラル、主に塩分ですね。塩分がそのレンガの中に蓄積されていって、その塩分がどんどん結晶化していって、その結晶が大きくなったり収縮したりを繰り返してポロポロ崩れ始めます。だからレンガの壁とか、あと石壁なんかもそうなんですけど、往々にして崩れる前とか風化前っていうのは白くなってくるんですよね、表面がね。これ塩類風化っていうんですけど、だからね、この遺跡とかね、風化したところってね、ちょっと白く塗っていくとかなりリアリティが出るんですよね。それはまた
後で説明させてもらいます。山ハゲに一つ習慣があって、行く先々の家で必ずお酒を1合飲むんですよ。だから10軒目とか15を決めてる仕事なんですよ。そうだから最初はちゃんと「何もいねえか!」ってちゃんとやってるんですよ。あ、ちゃんとやってるみたいな感じなんですけど、最後だともう「うわもう何言ってるか分かんないし、普通に茶を飲んでるから部屋の中はわらだらけになってるし、おーい掃除したのにとかね。今日の作業の中で一番むずいこと言いますね。まあでもまあいいですけど、そんなにあれでも一周今引いたじゃないですか。多分一周外周は英語のノートとか音楽の楽譜みたいになってると思うんですよ。次はこの上の面はどうするかというと、ここ1段目ありますよね。1段目あって、上の方はこの1段目を基準にして同じように5ミリで引っ張ってください。まずはここまでいきましょう。上も5ミリ、まずはこれでいきましょう。1箇所ね、角の基準を1つ作るんですよ。よいしょよいしょ。これでここ下がまあ見えない、裏面ですけど、でここをちょっと拡大すると、ここが5ミリで横がで、ここから横のブロックの線をどんどん引っ張っていきたいんですけど、これがね10ミリで、ここまでは大体できるんですけど、じゃあ断面側面どうするのっていう話なんですよ。レンガっていうのは長方形なので、横はこれ10ミリで長方形が並ぶんですけど、直方体か、その側面は正方形なんですよ。正方形でいきたいんですよ。だから横はこうずーっとこう5ミリ5ミリで引っ張ってるから、こうまあ10ミリ間隔でこういうふうに互い違いで、これイギリス式とかフランス式とかいっぱいあるんですよ、積み方が。でも今日はシンプルにいきます。まあこういう感じでなんとなくこう10ミリ10ミリで交互に引いてってもらいたいんですね。ただ横側面ですね、側面は10ミリにはならないんですよ。これ後でもう一回書きますから。側面、ここの側面ですね、この部分をちょっとアップにすると、レンガだからこれ壁の側面ですね。で5ミリはこうやって引っ張ってあると思うんですよ。もう5ミリ引っ張ってて、ただ小口だからこう正方形が並ぶ感じで、ここ5ミリの正方形をこう並べてもらいたいんです。こういう感じで側面はだから正方形になります。でも正面は1個あたり10ミリなんで、ちょっとこれでやってみてもらってもいいですか。初めてレンガ入ってきたのって長崎なんですけど、それもね全部国際規格がその時から決まってるんですよね。大きく分けてフランス式、イギリス式、オランダ式があるんですけど、まあウィキとかで見てみると結構興味深いですね。今下書きしてもらったじゃないですか。で下書きしたそのラインをこのナイフで切っていくんですけど、切り方にポイントがあって、切るのはザクザク切るんじゃなくて、このジェストの層だけ、ジェストの薄皮1枚だけを切ってください。定規当てなくて、フリーハンドでもいいです。ジェストの薄皮1枚だけを、だから切るっていうか刃を入れる幅としては1ミリぐらいですね、深さ。ジェストがかなり厚塗りっていうか膜になっているので、その膜だけを切ってください。こんな感じ。そうどんどんねこれねなんだろう、マイナスドライバー定規っていうか割り箸でなぞっていくとボロボロになっていくんですけど、ボロボロになってって大丈夫ですからね。今作ってるのは廃墟なんで。
前にね、秋葉でやった石畳を刻むっていう5時間コースがあって5時間これで終わりました。あれはもうやめた方がいいっていう、で、それってどういう方々がいらっしゃったかっていうと、ドールマサルの方々が6分の1とか、でもね、もう本当みんな涙目でしたよね最初はうちの子のね、ちょっと撮影ブースちょっと作ろうと思ってきたんですよ、ぜひ作れますよって言って言ったんですけど、大体笑顔が消えたの3時間ぐらいですね土台といえばね、土台は上に乗るのは J 型かな、グフか J 型ですね。地面の方も全く同じ作業をするんですけど、地面はそんなに手入れなくていいです。こういう風になってて、ここが10ミリで、この幅これが20ミリだから今のブロックの倍ですね。これはね、あっという間に終わる。5分ぐらいで終わる。あ、ごめん、嘘。5分はちょっと深すぎた。10分ぐらいこの今彫ったテクスチャーに筆をこう浸した絵の具を浸した筆を浸して色つけてみてください。墨入れで、その時に他の部分に絵の具はみ出ても全然大丈夫なんですよ。筆はもうそれダメにしちゃっていいんで、突き刺すように。今の目的は断面の青いのが見えなくなるようにするためです。今多分切れ目入れて割り箸でこうなぞったら断面の青いのが見えちゃってると思うんですよ。その青いのを隠すための措置です。今の墨入れは100均のこういうアクリル絵の具、普通の、水彩絵の具で売ってるやつです。これで十分。で、今売ってもらって分かると思うんですけど、100均の絵の具を水で8倍に薄めたものでさえ発泡スチロールに着色できるんですよ。で、水彩絵の具っていうのは2種類あって、いわゆる本物の水彩絵の具とアクリルガッシュと呼ばれるやつですね。で、これの違いは、本物の水彩絵の具は透過性があります。透明です。緑とかブルーとかも透明なんですけど、ガッシュってつくと、濁ります。色が不透明になります。だからインペ力だけを求めるならアクリルガッシュの方が全然いいですね。地面のレンガの刻みに対して、このレンガのブロックも平行であった方が美しいです。平行もしくは垂直。こうやってレンガ刻むじゃないですか。四角く刻んでこういう風にレンガを置いちゃうと、ちょっと整合が取れにくいというか、なんでこの角度で建物があったんだろうっていうような感覚になりますね。まあそれはそれ意図があれば全然構わないんですけど、平行の方が画像っていうか写真撮った時には収まりがいいです。この割り箸のこの平べったい方でレンガを押します。こうやってレンガを押していくとこうテクスチャーがねできるんですよね。これデコボコのこんな感じでこうやってありますよね。こういうので押し加減を調整してもらえば浅く潰れたり深くなったりとか、意外にこう壁っぽくできていくんで、そうこれはまず1点と、あとレンガの実際のその崩し方としては、崩したいレンガをこうやってまずナイフでギュッと入れちゃう。刃をこうやってギュギュッと入れて、そうすると取れるんですよ。で、あとはなんだろう、このよいしょよいしょ、ごめんなさい勝手に切っちゃいますけどこういう感じでどんどん崩れていくんですね。で、上の部分も例えばで、気に入らない部分はこれ全部崩して取り除いちゃえばいいと思います。よいしょ、こんな感じで。で、この青い部分はまた墨入れで塗料を流しといてくださいっていう感じでやってみてください。あ、ごめんなさい、なんか勝手に、はい、ピンセットなんかも併用してちぎるのもいいかもしれないですね。はい、はい、どうぞ。アイルランドはね、
うまい食じゃない正直ないな。やっぱりイギリスはうまくないですか？うまくないです。はっきり言ってうまくないです。桃を油にぶっ込んで揚げるだけという印象しかないです。フィッシュ&チップス。決して美味しくはない。やっぱ日本はやっぱすごいですよ。本当に食事に関しては。刻んだら茶色でもね、ちょっとざっくり筆で色塗ってみてくださいね。それで色をのせてはティッシュで押すように取るとうまく着彩できますよ。こすってしてまずその3箇所ぐらいに作ってこれをそうです白尾3本同じように面がくっつけたら次のステップはちょっとねこれ瞬間の手袋をもう一個使う。爪楊枝手に袋してる方はそのままでいい。つけて手袋を巻いてください。好きなところに突き刺す。なるほど。面がくっつけたら次粘土を盛るんですよ。粘土を盛るために手袋をしなきゃいけないので、もしない方いたら言ってください。半分ぐらい出してそうそう、面白いですね。で、まずは粘土ですね。粘土、紅葉ボンド10滴ぐらい。ちょっとやり方説明させてもらいますね。やばいやばい。これ新しいの使ってください、手袋。インテリアバーグ、ある程度これバラバラ置いてるんですけど、実は使うタイミングが今で、例えば粘土を盛るじゃないですか。粘土を盛ってるところにこうやってちょっとアクセントで加えたりとか、少しこういうところに中間接着剤でくっつけたりとか、それでちょっと使ってみてください。まあ別にインテリアバーグなくてもいいです。もうレンガだけで十分かっこいいんで。それで土があって、でこのタレビの中がボンド入ってるんですけど、これドバドバってこの中に入れます。で残り2割ぐらい残るように、残り2割ぐらい残して、こうやって中だからえらいチャポンチャポンになります。袋の中 OK で、この袋の中で土を揉みます。これで木工用ボンド浸透させてください。はい、インテリアバッグ貼る方は瞬間接着剤で貼り付けてください。皆さんいい感じですね。はい、これね結構見落としなんですけど、木工用ボンドと水は1対1って言いますけど、これは体積で1対1です。木工用ボンドって比重めっちゃ重いから重さでやるとしくじりますよ。体積です。見た目 CC、木工用ボンド 150cc だったら水 150cc、 これで割るのが正解なんで。木工用ボンドドボドボ入れると土真っ白になりますけど、乾燥したら透明になりますから気にしないでください。でその土は100円均一で売ってる軽い観葉植物の土ってやつです。土素材で100均で使えるのは軽い観葉植物の土だけです。他の土でやるとボンドだろうがメディウムで練ろうが絶対虫湧きますよ。よくほらジオラマで土の作り方ってあるじゃないですか。これが一番安くてリアルな方法です。で金かけたかったら金かける方法をお伝えしますよ。例えばリアリティインスケールっていうメーカーがあるんですけど、そこのグラウンドベースっていうのを使うとめっちゃリアルになりますけど、1カップ1200円ですね。こんなちっこい、皆さんの今の絵の具の入れてるカップあるじゃないですか、そのカップ1杯で1200円です。土の素材リアリティインスケール。そう、それねダイソーで売ってるグリーンモスってやつでインテリアのコーナーに売ってます。すげえでかい袋で100円で1袋買ったらもう使い切れないです。これね付け方があって、竹串を2本用意してください。いってこの繊維をちょっとはいはい刺して押し込むような感じで固定するみたいな。なんかボンドみたいな。すみません。俺はちょっとこの辺足んなかったんで竹串でちょっとボンドつけて、はいはい。あとはもうこういう粘土の上にこう埋め込むようにそっか粘土にはもうボンドついてます。ですね。でこっちの方ももうスポンジにスタイロフォームにこう刺していくような感じで固定できるみたいです。なるほど。ありがとうございます。水溶き木工用ボンドをペタペタ塗り込んでください、土に、今の段階で。ピンセットじゃないと正確な作業できないと思いますね。
でまず木のヘラで木工用ボンドをまずペタペタ塗るんですよ。草の粉を乗せたいところに。でそこにピンセットでその草の粉をつまんでトントン叩くように置いていくと一気に華やかに草がわーってなります。先生いや粉はどうやってこれをどうやって使うんですかもうちょっとこれはもうまたこれを乾いちゃってたら置きたいところにかけてヘラでちょっと薄く塗り広げて、でその湿気たところにこいつをピンセットでつまんでポンポンポンと。なるほどなるほど。ありがとうございます。セカンドメリハリついて交通ホビー祭り参加してみていかがでしょうか。素晴らしい、イベントだと思います。本当はこんなに一体感のあるイベントってなかなかないので、ぜひ次回も呼んでいただけたらありがたいです。呼んでください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。